ざいまおはようございます。す。はい、KK です。KK です。じゃあ今朝ですね、一歩の朝食をですね、紹介されまして、ここはヤムチャのお店です。で、朝6時からしてるそうで、今7時40分ぐらいに来たんですけど、すごい人なんですよ。わかります？これみんな待ってる人。すごい待ってて、こっちの道路にもすごい待ってます。はい。で、いつ呼ばれるかわかりませんが、番号札取って待ってるところです。はい。かなり有名なお店らしいそうですね。で、地元の方も含めて、やはり観光客の方も、今日は日曜日の朝ということで、多いかなというところで。この一方がね、ヤムチャが名物というかね、美味しいみたいで、駅前にもね、必ずこうガイドブックに載っているお店があるんですけれども、ちょっとそこに行こうかなと思ってたら、地元の方にね、ご紹介してもらって、ちょっとね、楽しみです。載ってなかったとこなんで、ぜひここは行っても欲しいと言ってたので、かなり期待。そう、おすすめなんじゃないかと期待しております。楽しみです。いつ入れるかわかんないけど。はい。ちょっとメニューを連れてきました。美味しそう。写真でしかわかんないですけど、ちまきもあって、やっちゃいますね。これデザートですね。プリンもありますね。はい。青、まんじゅうですね。おかゆもあって美味しそう。餃子もあります。この辺ね、ちょっと食べてみたいです。ちょっとしたやつ。はい。すごい。はい。そして透明なね、エビの餃子とか、ニラ餃子とか、綺麗なのがあります。はい。こちらは何だろうな。この辺はね、揚げ物ですね。揚げてある。はい。いただきます。じゃあこれから食べようかな。簡単ですね。あったかい。サクサク。すごいもちもちしてるから食べれません。美味しい。かやジャムだね、中が。かやジャムです。今エビの食べたんですけど、中プリプリで皮がすごい薄くてサクサクです。めっちゃ美味しい。味付けのね、塩加減も塩味なんですけど、すごいちょうどいい。美味しい。これいってみます。で、大根餅かな。これ大根餅ですかね。White carrot.
yes, yes, yes. 大根。スイート。しょっぱいよ。大根餅、大根と、なんか米粉と、あと干しエビとか入って焼いてるやつなんだけど、めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと。What is餅？で、ほら、長粉って書くやつ。It's beef. Yeah. It's same. Okay. This is pao sweet. No? This one. This one, pao. Yes. なんだろう。pork. It's pork. Yeah. But It's inside. inside, yeah. Inside the yellow. カスタード Yeah. これ中にエビが入ってるんですけど、でね、周りがこう蒸した米粉みたいなね感じで、プリプリのエビでちょっとこの辛いソースをつけるのがマレーシア風かな。あ、綺麗。いただきます。おいしい。周りがね、プルって溶けてね、中のエビがプリプリで、またこれもね、ちょっと干しエビとか貝柱とかいたXオージャンみたいな味でね、すごい美味しい。で、優しいね、この醤油のソースで、これちょっと止まんなくなりそうな美味しさです。こっち来て初めて食べましたね。日本でヤムチャにあるかもしれないけど、食べたことなかった。美味しい。美味しい。肉まん好きだもんね。柔らかくて美味しいです。結構甘辛い感じですか？ちょっと甘いですけど、このタレが独特の甘くて優しい味ですよ。Binker. Yeah. Binker. After you can try. See. Okay. So you try to eat this in this morning. Okay. 两碗啊，2个啊，好吧，好的。 Thank you. Take away. Okay. Thank you.有上2个汤匙给他。啊，好。Last 2 days only bought little stick. So I bought for you. Thank you so much. Okay, thank you. で、ソルティチキンを買いました。塩漬けの鶏ですね。Thank you, bye. Thank you. こちらオールドタウンホワイトコーヒーの、本店ですね。来ています。イポーの駅近くです。駅はね、多分5分くらいで着くと思いますね。ここでも結構ねスタンダードな、
マレー料理をね食べることができると思います。こういうナシレマとかこういうね麺類もあって、あとねトーストもねカヤトーストもあれば、このねスキームドブレッドっていうのがあって、蒸したねパンが出てくるみたいなんですね。これもなんかスタンダードみたいです。あと天津ね、天津盛り合わせ、これブレックファーストアラカルトって書いてありますね。であとは、単品の、いろんな飲み物、もちろんねホワイトコーヒーもヘーゼルナッツ味とか、このねシャムっていうのがコーヒーと紅茶のブレンド、豆乳とかね、はい、はい、そしてこのねハーフボイルドエッグもあるし、あとねチョコレートドリンクなんかもねいろいろあるみたいです。あとねこのチェンドルとかもありますよ。チェンドルね、かき氷、これもかき氷っていうね感じになってます。あ、サンドイッチもあるみたいです。はい、店内はこんな感じで全席禁煙です。こっちの席は結構クーラーつけて、扉の向こうの席はちょっと厚めですね。なんかねファミレスっぽいね雰囲気がありますね。まあ素敵なカフェとファミレスの間ぐらいの雰囲気があります。はい、でこっちがどっちだろう。こっちがヘーゼルナッツだそうです。ポピのヘーゼルナッツ。こっちがテタレですね。テタレは、紅茶とコンデンスミルクで、ちょっとね初めて甘さ控えめって頼んでみたんで、どんなもんかね食べてみたい、飲んでみたいと思います。はい、ではいただきます。おいしい。あ、確かにちょっとだけ甘さ控えめな気がする。苦味が強い気がする。あ、これくらいがいいな。甘いの美味しいんだけど、ちょっと濃厚すぎちゃうんだよね。あ、ちょっと甘いの控えめに頼もう。でもなんかこっちでねいいなと思うのが、結構日本だとアイスドリンクって作り置きのやつを入れたりするけれども、いっぱいいっぱい熱々のを入れてたっぷりの氷の中に入れてくれるんですよね。だから甘さ控えめとかも頼めるというね。ヘーゼルナッツ美味しい。じゃあテタレっていうのはこんなに立ってないですけど、こうね上からジャーってね落としてなんか冷ましたりする意味で何度かこう注ぐらしいんですよ。でここに泡をね立てる、それがテタレっていうらしいんですけど、あんまり泡立ってるの見たことないですけどね。これも美味しい。これも紅茶のね茶葉のねちょっと苦味が感じられて美味しいね。甘さ控えめがいいな、ちょうどいいな。甘いのも普通のやつも飲めないほど甘くはないんですけど、やっぱねすごい濃厚な感じするので、甘さ控えめで十分美味しい。今度からそうしたいと思います。クランマニスって言ったらね通じますね。クランが少なめ、マニスが甘さなんで、これだけ覚えておくといいかもしれないです。ではこちらイポー名物のトーファーです。イポーは豆乳も名物らしくて、水が美味しいからでしょうね。豆乳屋さんがいっぱいあるんですよ。これね名物らしいです。出来たて熱々のをいただいたんで、結構ねちょっと時間経ってるんでもう冷めてますけど、ブラウンシュガーのね蜜をかけてもらってます。よいしょよいしょ。一回ね経由でも食べたんですけど、一方の豆乳初めて、豆腐は初めてです。
あ、美味しい。濃さはそんなにないんだけど、豆の味がすごいする。美味しい。なんだろう、豆の味がね、すごいダイレクトにしますね。美味しい美味しい。で、蜜じゃなくて、生姜とちょっと薄いだし醤油みたいなの食べたら美味しい。すくい豆腐みたいで、いい味。これで一方名物全部いただいた感じです。美味しいです。はい。では、一方3日間楽しんできました。はい。そうですね、この3日間、初めて、私たち、今回ですね、一方町に、訪れましたが、すごいですね、この3日間充実してまして、本当いろんな体験、あとはいろんな出会いもですね、あって、本当に楽しく過ごせました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、今回そうですね、この私たちの滞在の間のビデオ、この Vlog 形式でですね、撮影しました。いかがだったでしょうか？はい。そうですね、今後もですね、私たちこの TK's ストーリーでは、夫婦のパートナーシップであったり、あとは最近ですと海外移住、マレーシア移住のですね、まつわる有益な情報を配信しているチャンネルとなります。ぜひチャンネル登録していただいて、次回以降のですね、動画もお楽しみに。はい。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。はい、ありがとうございます。帰りの電車です。まだね、15分前なんですけども、電車止まってて乗車できますので、皆さんもね、ちょっと早めに来ても電車の中で待ってるのでいいですね。暑い中待たなくて済みます。で、行きの電車よりちょっと車両が古いみたいで、じゃあ今日は見てください。これ一方で買ってきた塩チキン、ソルティッドチキンっていうのを食べたいと思います。丸鶏を塩漬けにして焼いているやつがお土産でね売ってるんですよ。いろんなね味があったお店で、オリジナルっていうね一番スタンダードなやつにしてみました。こんな感じかな。すごいねつまみになるという噂を。お、小ぶりだね鶏。よいしょ。じゃーん、こんな感じ。見えます皆さん。ちょっとね髪が大きくて見えにくいかな。丸鶏です。丸鶏です。頭はなかった。よかった。こんな感じです。出しました。丸鶏。結構いい香りねしてますね。はい。じゃあねこれを、食べていきたいと思います。解体しようかね。そうか。丸鶏の解体はぜひ獣医へのちょっと一口食べていきたいと思います。ニンニク、かな。はい、じゃあどんな感じ
でしょうか。結構ね、お箸でもスッと切れるぐらい柔らかいですね。はい、いただきます。美味しい。塩がねしっかりしてるけどしょっぱいほどじゃなくてちょっと濃いめ具合なのですごいちょうどいいですね。絶妙。これ美味しいよ。それこそねご飯のおかずにもなるし、ビールに行ったりってね言ってる人いっぱいいましたけど、おつまみにもなりますね。全然しょっぱすぎない。美味しい。パクパクいけちゃう感じですね。じゃあ PK もぜひ食べてみてください。これはかなり美味しそうですね。説明をお願いします。はい。ではね、これチキンライスにしたんですけれども、今のシューチキンですね。でこちらの黄色いのがガーリックを入れて、炊いたタイ米をね炒めたガーリックライスなんですけれども、なんで赤いかってオレンジかって言いますと、真っ赤なねパームオイルを使ってるんですね。でこのパームオイルっていうのがマレーシアのね特産品みたいで、日本でもね売っている高級パームオイルがあるんですけども、それがね、地元なのでちょっとお安く買えたので、ちょっとこれからこれ使ってみようかなと思って買ってきたパームオイルで炒めたら、香りはないんですけど、こうやってね赤いオイルなんでオレンジにね色がついて結構美味しそうになりました。やっぱりチキンとご飯がすごい合うので、これでじゃあ TK 食べてみてください。はい。じゃあ先にいただきます。はい。でこのチキンも一緒にご飯といただきたいと思います。美味しいです。やっぱチキンだけよりチキンライスが美味しいよね。そうですね。チキンだけも美味しいんですけど、さらにこのご飯のこのパームオイルで炊いたご飯っていうのが初めてぐらい香りがまた引き立って美味しいです。このチキンライスとして食べるとより美味しさが増すと感じました。はい。すごい幸せな気分です。その場でね買って現地でホテルとかでむしりながらねビール飲むもよし、もしねお持ち帰りしてきたらちょっとこうやってご飯とかねお野菜添えて食べるもよしっていう感じかなと思いますね。で私たちこれね、普通に焼きたてのものを買ってきたんですけれども、真空パックで冷凍になってるものもありました。でちょっとね暑いから心配だったんですけど、電車乗るね割とギリギリに買って持って帰ってきたら無事でした。はい、で真空パックでも溶けちゃうと思うのでね、なんか焼いたの買ってきても大丈夫かなっていう感じですね。ただ長い時間持ち歩く時は注意してください。はい、という感じです。はい、じゃあ引き続き食べたいと思います。